こんにちは、工具屋てっちゃんです。今日の工具屋てっちゃんがおすすめしますはこちら、ハゼットのグリッププライヤーレンチ762シリーズの中から今日は76218 180mm のグリッププライヤーレンチをご紹介します。このグリッププライヤーレンチなんですけれども、この他にですね 125mm、150mm、180mm、260mm と4サイズのラインナップがあるんですけれども、この180がですね、一番人気ということで今日はねこちらでご紹介します。プライヤーレンチと言いますと思い浮かべるのはこちらです。元祖プライヤーレンチクニペックスですね。もう30年近く前に発売されたと思います。発売された当初はですね、見慣れない形とその値段の高さにですね売るのに苦労しました。一つ一つですね独自の機能を説明して、そしてお客さんに納得していただいて買っていただきました。買っていただいたお客さんにはねとっても喜んでいただいた、そんな思い入れのあるプライヤーレンチなんですけども、パテントが切れたということでですね、いろいろなメーカーさんから同じようなねプライヤーレンチが出るようになりました。そしてハゼットはハゼット独自のですね、機能を加えておりますので、そちらも含めて今日はポイント3つでご紹介します。でもですね、まずプライヤーレンチご存知ない方もいらっしゃるかと思いますので、まずプライヤーレンチの特徴をご紹介しますね。はい、まずこのプライヤーレンチの特徴はこのように口が平行に動くということが特徴ですよね。似たような形でいきますと、このようなウォーターポンププライヤーがありますが、これはこのような動きです。ハの字になります。開くとね。ですから対象物に対しても点で当たったりするんですが、これですとこのように平行に動きますので、対象物に対してですね面で当たるんですよね。特にこのようなボルトナットをつかむとき、このように、面で当たりますので角を傷める心配がありません。しかもですね、この開きしろ、この遊びを利用してギュッと回したらちょっと緩めると、このように口が少し開くので、抜き差しせずに、モンキーのようにですね抜き差しせずに、このように早く回せるということで、モンキーよりねはるかに便利な工具だと思います。そしてここのテコの原理を利用して把握力がですねしっかりありますね。テコの原理を利用することでですね把握力が倍以上のですね把握力になります。そして、力を入れると締め付ける方向に顎が上がります、ですから対象物をしっかり掴んでくれます。そしてここつかみ面ギザもないので、板を曲げたりとかね、そんな使い方もしたりします。そして、例えばこのような結束バンドですね。結束バンドもこんな感じでねつまんでキュッと、切ることができますので、ニッパーがなくてもですね結束バンドをこうやってつまんで切ったり、いろいろとね、使えるということでとても人気の工具になります。はい、ちょっとね長くなってしまいましたけども、そんな特徴のあるプライヤーレンチですけれども、ハゼットのグリッププライヤーレンチの特徴の1つ目はここです。はい、ハゼットのグリッププライヤーレンチの特徴は何といってもここですね。口の開きがここのレバーでね調整できるということです。元祖プライヤーレンチのクニペックスはボタン式でした。ですからグリップからちょっと手をねずらす必要がありましたが、ハゼットはほぼずらさずに、このようにレバーで口の開きを調整できるというのがですね最大の特徴かと思います。これはね後発としていろいろと研究されたかと思います。これはねとてもやりやすいですよ。そして続いていきましょう。ポイント2つ目は左利きの方にも使いやすいということです。これ結果オーライだと思うんですけれども、これこのようにレバーで上げます。ひっくり返しますとこれをですねボタンで押し込むとフリーになります。これね右利きの方にとってみたらね、何のことはないんですけれども、左利きの方にとってみるとどうしても使いづらいです。これね使いづらい。でも左利きの方にも、
このように使いやすくなります。ここはクニペックスと同じようにちょっと手を離す必要あります。ボタンですからね。でも今までのことを考えたら、これは左利きの方にとってみたらとてもね、便利だと思います。はい、ポイント2つ目は左利きの方にも使いやすいということです。はい、そして最後ポイント3つ目は口の開きが大きいということです。はい、これもね、よく研究されたかと思います。同じサイズのクニペックス180でいきますと、クニペックスはね 40mm までなんですが、ハゼットはこれ44までメモリ振ってありますね。42までつかめます。ここにも42って書いてありますよね。その他の3サイズ125、150、260、それもですね微妙にクニペックスより口がね開くようになっています。はい、そしてこのメモリもですね、この1ミリ単位でね、はい、レーザーでマーキングしてあるのも嬉しいですよね。ただね、多少の誤差がありますので、これをですね、ノギス代わりに使うのはちょっとね、やめた方がいいかもしれないですね。大体ということではいいと思いますけれども、このようにね、口の開きの調整が分かりやすくね、メモリで1ミリ単位で切ってあるというのも特徴ですね。はい、いかがでしたでしょうか。ハゼットのグリッププライヤーレンチ。後発なだけにですね、いろいろと研究されて、ハゼット独自の機能がね、加わっております。こちらの商品はファクトリーギア各店と通信販売で購入できます。よかったらぜひ一度お試しください。ということで、今日の工具屋てっちゃんがおすすめしますは、ハゼットのグリッププライヤーレンチ762シリーズの中から76218ね、180mmタイプでした。